皆さんこんにちは。のんのルームののんです。今日の動画ではこちらのバラクラバを編んでいきたいと思います。こちらのバラクラバはマフラー部分を少し長めにしてあるのでリボン結びができるようになっています。あとはちょっと形がコンパクトなのでボンネット風にも使うことができます。こんな感じで使うことができます。こちらのサイズは後半で紹介しています。チャプターの方からスクロールして探していただけるとすぐに見つけられるかなと思います。もしこちらのサイズだとちょっとちっちゃいなっていう方はモチーフの段数を変えることでサイズを大きくすることができます。こちらのモチーフは4段なんですけど、このように5段のモチーフにすることで全体のサイズも上げることができるので、もう少し大きいサイズが作りたいなとかメンズ用のバラクラバが作りたいなという方はモチーフを1段増やすという方法でチャレンジしてみてください。それでは材料と使う道具を紹介していきます。まず使った毛糸はモチーフのワンポイントとなるカラーは水色にしました。ダイソーのメランジモヘアの毛糸を使っています。こちらが 35g 入ったもので約 1.5 玉使用しました。なので2玉あれば全体に足りると思います。で本体の部分はこちらのダイソーのアクリル毛糸のネイビーを使いました。メランジモヘアと比べるとちょっとアクリル毛糸の方が細かったんですね。なのでモチーフの部分だけアクリル毛糸は2本取りをして編んでいます。数は 3.5 玉使ったので4玉あれば十分足りると思うのですが、私は2本取りをしてその数になっているので、もし2本取りをしない方はもう少し少なくて大丈夫だと思います。全部で3玉とかそのぐらいの数で十分足りると思います。今回使ったかぎ針は8号のものを使っています。その他に使うものはとじ針とハサミ、あとはメジャーなどがあればいいかなと思います。これだけで作れるのでぜひチャレンジしてみましょう。これから作り方を紹介していきます。冒頭でも少しお話ししたのですが、今回私が使用している毛糸のネイビーと水色、それぞれ毛糸の細さが若干異なっています。水色の方はモヘア調の毛糸になっているので普通に編むだけでちょっとモコモコした感じになるんですね。それでこの2つの毛糸を組み合わせて編んでいくとネイビーの方のボリューム感がなく見えてしまうので、これから編んでいくモチーフの部分に関してはネイビーの毛糸を2本取り、水色の毛糸を1本取りで進めていきます。でもこれは使う毛糸によってだったり皆さんの好みによって分けていただいて構いませんので、実際に編んでみてちょっと物足りないなっていう毛糸があれば2本取りで編んでいくようにしてみてください。まずネイビーの毛糸を2本用意します。2本取りにするときは2玉の毛糸の端と端をこのように合わせて持った方が編み進めていきやすいので2玉用意してみてください。用意できたら左手を2本指出します。ここに2周巻きつけていきます。こんな感じ。そしたら指から外して上の部分を持って押さえます。左手を開いて毛糸をかけて押
押さえている部分を左手で持ち替えます。右手にはかぎ針を持ってこの輪っかの中にかぎ針を刺します。毛糸を1回かけて手前に持ってきて、もう一度毛糸をかけて引き抜きます。ここから編み進めていきます。まず最初に鎖編みを2回します。鎖編みは毛糸をかけて手前に引き抜いてくる。これが鎖編みです。もう1回鎖編みをします。2回鎖編みをすることができました。そしたらその次は長編みを2回します。長編みは毛糸をかけて編み目、今はこの真ん中の輪の中にかぎ針を刺して、そこでもう一度毛糸をかけて手前に引いていきます。ここで毛糸をかけて手前の2本を引き抜く。もう一度毛糸をかけて残りの2本も引き抜く。これが長編みです。もう一度長編みをします。毛糸をかけて真ん中の輪に入れて毛糸をかけて手前に持ってきて毛糸をかけて2本引き抜く。もう一度2本引き抜く。これが長編みです。今立ち上がりの鎖編みと長編みが2個できている状態になっています。そしたらここで鎖編みを2回します。少し詰めて、次は長編みを3回していきます。Coffee brews with cinnamon. Moments linger sweet and slow. はい、長編みを3回することができました。そしたら鎖編みを2回します。次も長編みを3回します。I'll surely know a peace that's always care. はい、長編みを3回しました。鎖編みを2回します。今こんなような状態になっていると思います。あと1セット長編みを3回やっていきます。Autumn calls my soul to rest in a blanket warm and calm. Nature's cradle, it knows best. Soothing autumn song.編むことができたら真ん中の輪を引き締めていきます。後ろにひょろんと毛糸の端が出ていると思うので、ここを引っ張っていきます。引っ張るときにかぎ針が邪魔になるかと思うので、ちょっと輪を大きくしておいてからかぎ針を外して穴を閉めていきます。ギュッと。ギュッと締めるとこのような形になっていると思います。最後の部分をここですね、つなげていきたいのでかぎ針を元に戻します。
A velvet spun wire, coffee brews its warmth そしたら最後は鎖編みを2回します。2回したらちょっと見えにくいんですけど、最初の立ち上がりの鎖編みをしたところと隣の長編みをしたところの間の編み目にかぎ針を通します。毛糸をかけて手前に引いてきて、そのまま引き抜く。これでつなげることができました。ここまでできたら1段目が完成です。2段目と3段目は水色で進めていきたいので、水色の毛糸を用意してください。用意ができたら、先ほど引き抜き編みをした隣の編み目にかぎ針を刺します。ここで左手に水色の毛糸を持って合わせて持ちます。毛糸をかけて手前に持ってきて引き抜き編みをします。次は1段目に鎖編みをして穴が開いている部分にかぎ針を刺して毛糸をかけて引き抜き編みをします。これで色を変えることができました。色を変えることができたら1段目で使ったネイビーの毛糸をカットします。そしたら2段目に移っていきます。2段目も立ち上がり鎖編み2回します。そしたら同じ穴の中に長編みを2回していきます。長編みを2回するときに必ずやっていただきたいのが、切った毛糸と水色の毛糸の端っこを巻き込みながら編んでいくことです。毛糸をかけて穴にかぎ針を刺したら、かぎ針の上に巻き込みたい毛糸がある状態にして押さえて毛糸をかけて手前に持ってきて長編みをします。こんな感じ。こうすると巻き込むことができるのでやってみてください。あともう一回長編みをします。立ち上がりも含めて3本になりました。そしたらここの場所が角の部分になるので鎖編みを2回します。ちょっとスペースを空けて、次は長編みを同じスペースに3回やっていきます。毛糸を巻き込むのを忘れないようにしてください。こんな感じで角の部分が出来上がりました。今まではこの後鎖編み2回をしてたと思うんですけど、次は鎖編みを1回します。本来であればここも鎖編み2回かもしれないんですけど、バランスを見て鎖編み1回の方が隙間が空きにくくて風を通しにくいかなと思ったので、私はここを鎖編み1回にしています。鎖編み2回がいいなと思う方はそちらで進めていただいて構いません。鎖編みを1回したら次の隙間に長編みを3回していきます。Space, let's find our grace. Cherish
Cherish moments face to face. Relax, chill out, autumn song. はい、 In this life we ここも角になるので鎖編みを2回して、 find your peace, just drift また同じ場所に長編みを3回していきます。 along where we belong. はい、角ができました。 Morning dew on そ soft したら次は鎖編みを1回 time just seems して too slow. 次の角に移っていきます。今の繰り返しを This space あと2回やっていきましょう。 grace. Cherish moments face to face. Relax, chill out, autumn song. 最後鎖編み1回まですることができました。そしたら1段目をつなげた時と同じように最初の立ち上がりの鎖編みと長編みの間の目にかぎ針を刺して毛糸をかけて手前に持ってきて引き抜き編みをします。これで2段目もつなげることができました。そしたら3段目にこのまま進んでいきます。隣の編み目にかぎ針を刺して毛糸をかけて引き抜き編み、角の隙間にかぎ針を刺して引き抜き編み、ここで先ほどと同様に鎖編みを2回編みます。2段目と変わらず長編みを2回します。 Birds are singing their morning song. Feels like nothing here can go wrong. そしたら鎖編みを2回、 Coffee steaming in my favorite cup. ここがまた角になるので Blanket wraps me as the day 同じ隙間 wakes に up. 長編みを3回します。 Thoughts are drifting like the fallen leaves. I find solace in this tranquil tease. Wake up slow on this autumn morn. Feel the peace in the day being born. Let the worries of yesterday slide. はい、 In this 角がこんな感 moment じで we で can きました。 simply glide. そしたら次は鎖編みを1回だけです。真ん中の隙間に移っていきま Walk す。 outside to ここに feel は the 長編みを Christmas 3回だけします。 Colors bursting everywhere. Smile comes easy as the world turns cold. In this silence, stories unfold. Hear the whispers of the sleepy town. はい、 Watch 長編み the 3回 sun できました。 as it touches down. そしたらまた角に移っていくので鎖編みを1回だけして長編み3回鎖編み2回長編み3回を行っていきます。 Wake up slow on this autumn morn. Feel the peace in the day being born. Let the worries of yesterday slide. In this moment we can simply glide. 鎖編みを2回します。 In this moment we can simply glide. 同じスペースに長編みを3回します。 Wake up slow on this autumn morn. Feel the peace in the day being born. Let the worries of yesterday slide. In this moment we can simply glide. 角がまたできました。そしたら次も鎖編み1回長編み3回鎖編み1回っていうような形で繰り返していきます。 Woke up with the sunrise in my eyes.
molded like a painter's surprise. Coffee steam and a cozy slide. Feels like the world's saying hi. 鎖編みは1回で角に移っていきます。 Sweater hugs me as I stroll. Footsteps crunch on a lazy road. これを繰り返していきましょう。 Autumn whispers, secrets slow. Time moves like a gentle flow. Relax, chill out, it's just a day. Let the morning dreams come out to play. Feel the breeze and let it はい、 stay. 最後の部分まで編むことができました。そしたら先ほどまでと同様に立ち上がりの鎖編みと次の長編みの間の編み目にかぎ針を刺して引き抜き編みをします。はい、これで3段目も編むことができました。続いて4段目に移っていくのですが、4段目はまたネイビーの色に変わっていくので糸を変えていきます。ネイビーの毛糸を2本用意したら、次の編み目にかぎ針を刺して、ここまで準備ができたらネイビーの毛糸を手にかけて持ちます。ここで毛糸をかけて手前に持ってきて引き抜き編みをします。また隣の隙間に移って毛糸をかけて引き抜き編みをします。これで糸を変えることができました。そしたら今まで編んでた水色の毛糸はここでカットします。ここから4段目に移っていきます。立ち上がりとして鎖編みを2回編みます。先ほどと同様に長編みを2回するのですが、毛糸の端を巻き込むことを忘れないようにしてください。長編み2回編めたら鎖編みを2回します。ちょっと寄せて同じ編み目に長編みを3回します。皆さん法則が少しずつ分かってきたかなと思います。角の部分ができました。先ほどまでは間の隙間が1個だけだったんですけど、今度は2個に増えています。なのでここの間を編むときは鎖編み1回して長編みを3回、鎖編み1回して長編みを3回で、鎖編み1回して角に移っていくっていう流れで進めていきます。鎖編みを1回して長編みを3回します。鎖編みを1回して長編みを3回。
編みを1回して角に移っていきます。長編みを3回まずします。長編みを3回編んだら鎖編みを2回ちょっと寄せて、また同じ穴に長編みを3回します。これを繰り返していきましょう。はい、最後の部分まで編むことができました。そしたら最後の部分は引き抜き編みをせずに毛糸を緩めます。このぐらい残したらハサミでカットしてここでとじ針を用意して毛糸を通します。立ち上がりの鎖編みと長編みの間の編み目に針を刺してここで1回抜きます。ここで通したらこの毛糸が出ている編み目の向こう側に針を刺して引き抜きます。これでつながりました。自然な編み目に見える形になっています。裏側で毛糸の処理をしたいので表に響かないところに毛糸を通して何回か通していきます。通せたら抜いちゃってこの毛糸をハサミで切ります。他の部分もハサミでで最初の部分だけは巻き込んで編むことができてないのでとじ針を使って処理をしていきます。表に響かない適当なところに針を何回か通していきます。こんな感じで適当で大丈夫です。これでモチーフ1枚完成することができました。このままでも全然大丈夫なのですが、少し歪みが気になるっていう方はこういったブロッティングボードを使ってモチーフを伸ばすとこんな感じで真四角になってくれます。この針金に刺すだけでちょっと時間を置くとこれだけで伸びてくれるのでおすすめです。モチーフ
1つのサイズですが、だいたい11センチになります。これを7枚用意してつなぎ合わせていきます。つなぎ合わせる際はまずこんな感じで置いてください。つなぎ合わせる場所は今面しているすべての面と、あとはここの V 字の部分2箇所をつなぎ合わせます。つなぎ合わせるときはまずここをつなげて、ここをつなげて、ここをつなげて、ここをつなげるという流れで進めていきたいと思います。それではまずここの部分からつなげていきます。つなげるときはモチーフの一番外側の色と同じ、今回だとネイビーの色でつなげていきます。まずはこの2枚からつなげていきたいんですけど、まず左手に毛糸をかけます。かけたら合わせて持って角の穴の鎖編みを2回した部分の右側の1個目の鎖編みの方にかぎ針を刺します。そしたら合わせて持っていた毛糸にかけて引き抜きます。ここでもう一度引き抜きます。これでギュッと締めてつなぎ合わせを始めていきたいと思います。モチーフの裏と裏を合わせます。で、毛糸を左手にかけて、まず手前側のモチーフの角の鎖編みの2個目の穴にかぎ針を刺します。毛糸がかぎ針の下に来るようにしたら、反対のモチーフの角の鎖編みの2個目同じ位置にかぎ針を刺します。そしたらここで毛糸をかけて手前に引き抜いてくる、引き抜く。これを繰り返していきます。次の編み目にかぎ針を刺したら毛糸を下にして反対側の編み目に刺して毛糸をかけて手前に引き抜いてくる。引っかかって編みにくいという方はかぎ針を刺したら毛糸を親指で下に押さえます。で、向かい側のモチーフに刺してここを押さえながら毛糸をかけて穴に引き抜いて手を離す。そうすると毛糸がかぎ針に引っかからず通すことができます。端っこまでやってきました。一番最後は角っこの隙間が空いてるところの鎖編みをした1個目の編み目をつなげたら終わりになります。
Sunrise glows in shades of gold. Golden leaves falling down. はい、 Whisper stands つなげる without と sound. こんな感じに Morning なってい light るん and じゃないかなと思 sleepy います。 Heartbeats そ play したら a gentle 次につなげていきます。 Footsteps crunching 次をつなげるときは Autumn whispers 鎖編みを softly 1回します。 Memories like papers この鎖編みが floating 今 free 横を without a つなげていったんですけど、縦をつなげる時のクロスの部分で必要な余白となってくるので、鎖編みを1回するのを必ず忘れないようにしてください。そしたら次をつなげていきます。 Golden leaves falling down 手前のモチーフを持ってきて、 Whisper stands without a sound モチーフの角の隙間が空いてる部分の鎖編みの2個目の方、2個目の方の編み目にかぎ針を刺します。向かい側のモチーフも持ってきて、ここからは先ほどと同じように向かい側のモチーフも角の鎖編みの2つ目の編み目にかぎ針を刺して毛糸を手前に持ってきてつなげる。これで進めていきます。 In this world we still belong. Morning stretches out so long. Here is where our hearts grow strong. Leaves are falling in the breeze, whispering secrets to the trees. Got my sweater on with ease, chasing dreams down gentle seas. Coffee warms my sleepy mind, sunlight filtering through the blind. Every corner seems to find echoes of a peaceful kind. Autumn whispers softly here, fill my heart with gentle cheer. つなぎ合わせることができました。 Morning light so そ crystal したら clear. 次はここの部分ですね。ここをつなぎ合わせていきたいので Cities 進めていきます。 so slow. Morning skies begin また先ほどと同じように鎖編みを1回して手前のモチーフの鎖編み2つ目のgolden hues ところにかぎ針を刺して Life's a dance that never stops underneath the ember drops. 向かい側のモチーフの同じ場所、鎖編み2つ目のところにかぎ針を刺して Nostalgia in the air we breathe. Silent stories we 引 believe. き抜き編みをしていきます。
っこまで編むことができました。今こんな感じになっています。そしたら最後は鎖編みを1回して毛糸を引き出してハサミで切ってキュッと引っ張ります。これでつなげることができました。そしたら次はここをつなげていきたいと思います。始まりはこっちからスタートしていこうかなと思います。左手に毛糸をかけて持ったら、先ほどこっちでつなげた時にここで鎖編み1回をしているので、そこの隙間にかぎ針を刺します。でここで一番最初と同様に毛糸を裏に合わせて持って毛糸をかけて引き抜いてきて、もう一度かけて引き抜きます。でちょっと締めてここからつなぎ合わせるのをスタートしていきたいと思います。最初は他のところまでと同様に角の鎖編みの2つ目の穴にかぎ針を通して糸を引き抜く。これを繰り返していきます。端っこまでやってきたので鎖編みを1回します。次はこの2枚をここにつけていきます。手前側のモチーフの角の2つ目の鎖編みの方にかぎ針を刺します。毛糸を下にして向かい側の角の鎖編み2つ目の方に刺して毛糸をかけて引き抜きます。これでまた最後までつなげていきます。こちらも最後まで編むことができたので、最後は鎖編みを1回して毛糸を緩めてハサミで切ります。これでこちら側もつなげることができました。次はどちらでもお好きな方でいいんですけど、縦と頭の部分をつなげるという作業をやっていきます。始まりは一番最初と同じで、手前の角の鎖編みの1個目にかぎ針を刺して毛糸を合わせてかけて引き抜き、もう一度かけて引き抜き、これでスタートします。隣の鎖編みの2個目にかぎ針を刺して反対側の同じ鎖編みの2個目にかぎ針を刺してつなげていきます。これを端まで続けていきましょう。端っこまで編むことができました。
この交わる部分は鎖編みを1回して飛ばしていきます。同じ要領で次のモチーフもつなげていきましょう。こちらもつなげることができました。そしたら次は頭の上の部分をつなげることになるので、ここも鎖編みを1回してこちらをつなぎ合わせていきます。上の部分もつなげることができたので、最後に鎖編みを1回して毛糸を緩めてからハサミで切ります。こんな感じですね。最後はここの縦の部分をつなげていきます。縦の部分はこちらの頭の方からスタートします。頭の部分のここの鎖編み1回した部分の隙間にかぎ針を刺して毛糸を引っ掛けて手前に持ってきて、もう一度毛糸を引っ掛けて手前に持ってきて、ここからモチーフをつなぎ合わせていきます。ここから最後までは今までと同様に進めていきましょう。こちらも最後まで編むことができたので、最後に鎖編みを1回して引き抜いてハサミで切ります。これでフード状につなげることができました。今糸の端がいろんなところから出ていると思うので、この糸の端を処理していきたいと思います。処理の仕方は簡単で、とじ針に糸を通したら裏側の表に響かない場所に通していくだけです。適当にザクザクザクと通して抜けないようにちょっと複雑に絡めたらこれで OK です。もう一箇所やってみましょう。糸をとじ針に通して裏側の見えない部分に適当に通して抜けないようにちょっと絡めたら OK です。これをすべての毛糸の端がなくなるまで行ってください。すべての糸の端を処理することができました。そしたら短くハサミで切っていきます。きれいに処理をすることができました。そしたら次は首元に来る部分を編んでいきます。こちらから編み進めていきたいなと思います。毛糸を左手に持ったら後ろに当ててモチーフの角の鎖編みの2つ目にかぎ針を刺します。毛糸をかけて手前に持ってきてもう一度
毛糸をかけて、ここでギュッと絞ってから編み始めをスタートさせます。最初は鎖編みをしていきます。でこの鎖編みが首の部分の長さの最終的な幅になってくるので、この時にどれぐらいの長さにするかっていうところを決めておいてください。理想はモチーフ1つの3分の2以下の長さになることがバランスが良いかなと思います。私は鎖編みを10回編んでいきます。Wake up slow on this autumn morn. Feel the peace in the day being born. Let the worries of yesterday slide. In this moment we can simply glide. 鎖編みを10回編みました。そしたらここから中長編みの筋編みをしていきます。立ち上がりとして鎖編み2回を編みます。そしたら上から4つ目、4つ目の裏側、裏山に中長編みをしていきます。糸がネイビーでちょっと分かりにくいと思うのですが、これが表です。で、裏にくるっと返すとこんな感じで山があると思います。裏山です。でこの編み目に針を刺して編んでいくという形になります。これはこの段だけなのでちょっと大変なんですけど頑張ってみてください。中長編みは毛糸をかけて編み目にかぎ針を刺して、そこで一度毛糸をかけて手前に引き抜きます。かぎ針に刺さってる3本の毛糸をすべて引き抜きます。これが中長編みです。同じように次もやっていきます。All worries melt in morning's glow. Leaves fall like whispered secrets shared. In autumn's arms I'll surely know a peace that's always cared. 立ち上がりも含めて10目編めたら OK です。そしたらこの今かぎ針が刺さっているところを本体につなげていきます。最初にかぎ針を通した次の編み目にかぎ針を刺していくんですが、編み目の真ん中にかぎ針を刺して外側の方の目を取ります。ここで引き抜き編みをするので毛糸をかけて手前に引き抜いてきてもう一度引き抜く。これで本体に1段目がつながりました。普通に編むときはここで次の2段目の立ち上がりを編むと思うのですが、本体につなげたいので今引き抜き編みをした編み目の隣の編み目にかぎ針をまた刺します。編み目の真ん中にかぎ針を刺して外側を取ります。ここで引き抜き編みをします。1回やりました。もう1目隣の編み目も引き抜き編みをします。引き抜き編みを2回しました。そしたらここから
くるっと回転させて2段目を編んでいきます。2段目も先ほどと同じく中長編みをしていくのですが、筋編みをしていきたいので、毛糸をかけてかぎ針を刺す場所は編み目の真ん中で奥の目を取ります。もう一回やります。毛糸をかけて編み目の真ん中、編み目の真ん中にかぎ針を刺して中長編み、毛糸をかけて編み目の真ん中にかぎ針を刺して進める。これを繰り返していきます。Savor slow each warming sip. Let your heart take a trip. 端っこまで編んでいます。前の段で立ち上がりの鎖編みをした場所もちゃんと編んでいきます。立ち上がりの鎖編みの場所を編むときは、今まで目の半分をすくっていたんですけど、横からかぎ針を刺して全体をすくいます。こんな感じで2本すくっているような形になります。2段目も編むことができました。こちら側から編み始めるときは立ち上がりを2回して次の段に移っていきます。くるっと元に戻して先ほどと同じように毛糸をかけたら、端から2番目の編み目の真ん中にかぎ針を刺して奥をすくって中長編みをします。繰り返していきます。端っこまで編めました。定期的に立ち上がりを含めて10目あるかは確認しておいた方が安心です。1、2、3、4、5、6、7、8、9、10ありました。先ほど引き抜き編みを2段した横の編み目につなげていきます。編み目の中心にかぎ針を刺して外側の目をすくって毛糸をかけて引き抜く。これで3段目も本体とつながりました。次は隣とその隣の編み目に引き抜き編みをしていきます。これで立ち上がりの代わりとなります。くるっと向きを変えて4段目に移っていきます。
find your peace, just drift 毛糸をかけて in the calm wind. 編み目の真ん中に刺して奥を拾って中長編みをする。繰り返してください。Morning dew on soft green grass. Time just seems to slowly pass. In this space, let's 最後の立ち上がりのところは find grace. 横から刺して Cherish moments face to 全部手前も奥も2本とも face. Chill out autumn 拾 song. って In this いきます。 life we can't go wrong. はい、4段目も編むことができました。 Just drift こんな along 形で in the calm V の字 V の字 wind. という形になっていて V と V の間が筋で浮き上がってくるというような形になっています。これをずっと繰り返していきます。モチーフが終わったところでどうしたらいいかが悩むところが来ると思うので、まずはモチーフ1個分を進めていきましょう。ちょうど端まで今編めて引き抜き編みをしたところです。次の流れは隣と隣の編み目に引き抜き編みをするというものだったと思うのですけど、次の引き抜き編みは間のつなげた部分は飛ばして隣のモチーフの角の鎖編み2回目の方、左側の方に刺していきます。これで先ほどまでと同じように中長編みの筋編みを続けていきます。この後のつなぎ目も同じように飛ばして次のモチーフの角の鎖編み2回目の方に刺していくというような流れで進めていきます。最後まで編み進めていきましょう。最後の部分まで編むことができました。編み終わりが右側の方になっていても左側の方になっていてもどちらでも大丈夫です。最後は鎖編みを1回して毛糸を緩めてハサミで切ります。キュッと縛っておいてください。こんな感じで下の部分が編めたと思います。そしたら今度は顔周りの部分を今と同じ要領で編んでいきます。顔周りの太さもお好みで全然構わないのですが、私は鎖編み5回編んで進めたいなと思っています。それでは毛糸を左手に持って一番角っこの編み目に針針を刺して毛糸をかけて手前に持ってくる。毛糸をかけてもう一度引き抜く。これでキュッと絞って鎖編みを5回編んでいきます。鎖編みを5回編みました。中長編みの立ち上がりとして鎖編み2回を編みます。鎖編み2回編んだら上から1、2、3、4個目の編み目の裏側の裏山に
中長編みをします。そのまま続けていきます。立ち上がりも含めて5目ある状態になったら OK です。最初の鎖編みを編んだ隣の目にかぎ針を刺して引き抜き編みをします。そしたら隣とその隣の2つの編み目にも引き抜き編みをしていきます。編み目の真ん中にかぎ針を刺して奥側をすくっていきます。そしたらくるっと反対に向けて2段目の中長編みを編んでいきます。ここも筋編みで編んでいきたいので、毛糸をかけたら編み目の真ん中にかぎ針を刺して奥側をすくって中長編みをします。前の段の立ち上がりの部分は横から刺して2本ともすくうようにしてください。こんな感じになりました。そしたら立ち上がりを2回鎖編み編んでくるっと戻して反対側まで編み進めていきます。顔の周りの部分も最後まで編めて、最後鎖編み1回をしてハサミで切って絞ったところまでやってきました。こんな感じで本体の部分は完成しております。いい感じですかね。そしたらこの後首元に巻くマフラーの部分を編んでいきます。マフラーの幅は首元の縦の長さに合わせていきたいと思います。つけるときはここに横につけていく形になるので、首元の高さの筋編みの本数分編んでいきたいと思います。私の場合だと1、2、3、4、5、6、7、7段分マフラーを編んでいきたいと思います。マフラーの長さはお好きな長さでいいなと思うんですけど、首元でリボン結びをしたい人はだいたい1メートル前後あった方がいいかなと思います。私は鎖編みを140回編んで長さが90センチほどになりました。まず鎖編みを編んでいきます。左手にかけて持ったらかぎ針を奥から手前に当ててねじったところ押さえて毛糸をかけて手前に持ってきてキュッと絞ります。これで編み始めの輪っかができました。それでは鎖編みを編んでいきます。あんまりきつくなりすぎないように編むのがおすすめです。はい、鎖編みを編むことができました。マフラーの部分も中長編みの筋編みを
していきたいと思うので、中長編みの立ち上がり、鎖編みを2回編みます。2回編んだら上から1、2、3、4個目の編み目の裏側にある山の部分、裏山に中長編みをしていきます。隣の裏山に続けて中長編みをしていきます。これを端っこまで繰り返していってください。1段目を端っこまで編むことができました。そしたら2段目に移るときは立ち上がりを鎖編み2回編みます。くるっと方向を変えて筋編みをしていきます。毛糸をかけたら編み目の真ん中にかぎ針を刺して奥側をすくって中長編みをします。この流れを7段目まで進めていきます。7段目まで編めて、最後鎖編み1回してギュッと縛ったところまで処理を済ませています。こんな状態になっているんじゃないかなと思います。これが左右どちらも必要になってくるので、1本編めたら2本目も同じ流れで作っていきましょう。3つのパーツを準備することができたら、すべてのパーツの糸の処理をしていきます。糸の処理は今までと同じように毛糸をとじ針に通したら適当なところに刺していくだけで OK です。あまり目立たない場所に通していくのがおすすめなので、こんな感じで編み込みの間を通すと良いかなと思います。片側だけ通すと抜けやすくなるので、ちょっと行って戻って行って戻ってをすると良いかなと思います。こんな感じですね。すべて同じように糸の処理をしていきましょう。糸の端を通すことができたらハサミで短く切りましょう。ここまで来たら2本のマフラーの部分を本体にくっつけていく作業のみとなります。それではマフラーを本体にくっつけていきましょう。くっつける方法はとじ針で縫っていくような形になるので、毛糸をちょっと長めに用意しておきます。とじ針に毛糸を通します。下の本体が邪魔にならないようにちょっと折って、こんな感じでつなげていこうと思います。マフラーと本体の編み目の模様が合う方向を探してください。これでつなげていきます。マフラーの角っこの目から毛糸を通しておきます。こんな感じで糸の端はちょっと出しておきます。向き合う本体の
この2本の編み目をすくって通します。通せたらここはあんまり強く引っ張らずに軽く引っ張っておきます。下にもちょっと分かりにくいのですが2本編み目があるので左側から2本の編み目をすくいます。もう一度上の2本の編み目をすくって通します。そしたら隣に移っていきます。隣はへこんでいる場所になるんですけど、へこんでいるところは下の方にこういう1本だけのすくえる隙間があるので、そことマフラー側の隙間1本だけ本当にすくえる場所があるので、そこを2本合わせてすくって通します。ここが通せたら隣の2本の編み目に移っていきます。端っこにある2本の編み目をすくって通します。通せたら上側の2本の編み目も左側から通します。もう一度下の2本を同じところですねをすくって通してまた間の上にある1本だけすくえる場所、上の1本だけすくえる場所に針を通して隣の山に移ります。隣の2本通せる目に針を通して左から下の2本通せる場所にも通して上の同じ場所にももう一度通します。したら上の間の1本通せる隙間に針を通して下にも通してしたら下の2本に移って上の2本も左から通してもう一度下の2本をキュッとしたら最後の1本ずつすくえるところをすくって最後も同じようにすくってここは2回通します。これでつなげることができました。結構自然につながっているんじゃないでしょうか。これができたら裏側の適当なところに針を刺して糸の処理をしておきます。毛糸が
ほどけないようにぐるっと巻きながら糸の処理をしましょう。始まりの毛糸も同じように処理をしておいてください。反対側も同じようにつなげていきます。編み目が合う方向を見つけられたら、右側の編み目の横から針を出しておきます。上の端にある2本の毛糸を右側から通して下の2本を左から通してもう一度同じ2本のところに毛糸を通したら上の隙間の1本すくえる場所に上も下も通します。下の2本すくえる場所をすくって左側から上の2本すくえる場所をすくってもう一度下の2本をすくって間の1本ずつすくえる場所をまとめてすくいます。上の2本すくえる場所、下の2本すくえる場所を左から上の2本すくえる場所をもう1回間の1本ずつの隙間をすくって下の2本すくえる場所、上の左から2本すくえる場所、もう一度下の2本すくえる場所、間の1本ずつすくえる場所、上の2本ずつすくえる場所、下の2本ずつすくえる場所を左からもう一度上の2本すくえる場所、ここが端っこになるのでもう一度同じ場所をすくいます。これができたら後ろ側に針を通して持ってきます。表はこんな感じにできました。裏に通したら適当なところに毛糸を通して糸の処理をします。こちらの残りの毛糸も同じように処理をしましょう。はい、皆さんお疲れ様でした。完成しました。このリブのマフラーと簡単なのにお花のようなモチーフがすごい
マッチしてて可愛いかなと思います。サイズは縦の部分が28センチ、横が24センチとなっております。それでは今日の動画はこの辺で終わりにしたいと思います。高評価ボタンとチャンネル登録をぜひよろしくお願いします。それではまた次の動画でお会いしましょう。